でもね、ちょっと面白い話あって、はい、さほどバックサーブうまくないんだよね。はい、複雑なモーションの大きい方でもう具合悪くなってるところにシンプルなフォームを叩き込むと、もうこれはもう下ですねってもう勝手に認識しちゃうと、そういうことですね。はい、これですかね。下書いて、でね、これね、おそう、これが上回転。ドーンってバックサーブから真下うまく利用してもらって、ドーンとかで叩き落としてくれれば、ちょっとねじりを入れればもうすでにこういう球が出てくれるし、ということがあるんで、実は一番シンプルなこれだって思いやすいところに罠を仕掛ける。だからバックサーブの面白いやつをちょっといいっすね。見せてあげようかなと思って。はい、どういうやつですか。でもね、ちょっと面白い話あって、さほどバックサーブうまくないんだよね。はい、さほどうまくないんだけど、それでもバリエーションをそれだけ持ってるっていう、全然うまくない、全然うまくないけど、とりあえず持ってるっていう。これね、まずバックサーブって真下出すの結構難しいでしょ。そうですね。だからしっかり真下の練習はちょっとやってほしい。横が入っちゃいますね。そうでね、これね、おそう、これが上回転。今そうですね、確かに混ざってきた。これが下ですね。でね、これね、そうこれがそう、これ下今そうですね、確かに混ざってきた。これが下ですね。でこれが上、そう、これね。で同一上入ったっすね。厳密には上じゃなくてジャイロなんだね。ジャイロジャイロ書いてるか。ラケットをまっすぐ進めてるんだけど、ラケットの横幅って15センチあるでしょ。はい、15センチあります。そう、これがこう進んだのとこう進んだのとの差でジャイロと下回転作り分けてるの。わかる？ちょっとの差ってことですか。ちょっとの差。ラケットの進みが今真ん中、分かりやすく真ん中、普通の下回転はこうしてるの。そうですね。ラケットがこうしたことによって少しずつずれていって、ボールが途中でこうやってめくれるの。それがジャイロで、それが上回転になるの。なるほどなるほど。だからつっついたら浮いたりとか、そう、ちょっと横に飛んだりとかするってことですね。そうで、これが基本で、そのことを見せていきたいんだけど、じゃあいきますね。これですかね。下書いて。そう、これね、これがジャイロ。これですかね。下書いて。そう、これね、これがジャイロ。そう、これがジャイロ。ジャイロだから球がねじれてるんで、つっついちゃうと上に飛んじゃう。今不安定になりますね。それはだから下回転をしっかり見せとけば差が出る。で、これは基本。このサーブをうまく使うっていう方法を今から教えます。うまく使うのは実はこれ、アップダウンサーブ。なんかやりました今。これが上。上ですね。そう。なんかやりました。やべ。そう。上。アップダウンサーブをね、こうやっていくでしょ。そしたら実はこれ、アップダウンサーブをね、そうで、これわかる？確かに回転はよくわからなかった。そう、角度作るの難しい。アップダウンサーブをこう使っていく展開って、カットマンは多くあるでしょ。ありますね。そうで、これ上手な人いっぱいいると思うんだけど、そのアップダウンはアップダウンの球の上か下かって悩んでる間にプレッシャーかけてるから、
ワンスイングでいったらこの球が上なの。普通はワンスイングでいったら何回転ですかって。まあそう下です。だからこれは下だって思ってる選手に対してこのままこうやってナックルの球を出してこのままいっちゃうっていう使い方。だからフェイクのフェイク。最初はアップダウンの上と下にそう興味を持たせて、そうでそれをしといて、ここだそうナックルの球が出てくる、ジャイロの回転が出てくるっていうふうにはめる。確かに今の最後の回転、何のレシーブするかちょっと悩みますね。こうしようかこうしようか。そうこうやっていわゆるそのアップダウンフェイクが今なんか落ちましたね。そう今完全に下だったんですね。今落ちた。アップダウンフェイクが上手い選手はここで興味を持たせておいて、ごめんね、これの上とこの下を、上手に使っておいて、実はそこに興味を持たせておいて、ここで使うこの球が下かナックルかっていうふうに持ってっちゃう。だから表向きのフェイクはアップダウンで持ってって、アップダウン自体が結構具合悪いぐらい上手にできる選手。そうだからワンスイングでいった時に騙されちゃうっていう。ワンスイングだったら下だろっていう先入観を作っといて、実はジャイロの球が出てる。なるほどなるほど。ちょっとぜひ。複雑なモーションの大きい方でもう具合悪くなってるところにシンプルなフォームを叩き込むと、もうこれはもう下ですねってもう勝手に認識しちゃうと。そういうことですね。本当はこうやって複雑なフォームからこう下が出たり、上が出たりでこうやっていくようにしていくっていうところにみんな魅力がいくかもしれないけど、実はドンってバックサーブからマスターうまく利用してもらってドンとかで叩き落としてくれれば、ちょっとねじろ入れればもうすでにこういう球が出てくれるしということがあるんで、実は一番シンプルなこれだって思いやすいところに罠を仕掛ける。それがそのワンショットワンスイングっていうのは基本的に相当極めないとやっぱりその差を錯覚を作ることは難しい。だからその前にもう一つのダブルフェイクしてアップダウンサーブをこうやって見せといてピョンっていった時にいっちゃってるよっていう状態で、そういう風に持っていきたいんだけど、もう一回ね、この下回転が下回転ですよね。だからジャイロにしても下回転に見せる方法っていうのがあるのね。それはラケットを高く使うの。そうすると上から下の力が強くなってる見えるから、こう打った時にこの回転が実はこうしても下回転じゃなくて、めっちゃ上がるやつですね。だからカットマンの選手はいつもカットしてるフォーム、うまく利用してもらってゴンとかで叩き落としてくれれば、球がこう当たった時にこうねじれればもうこうしても下回転じゃなくて、だから思ってるイメージよりも派手めに反応してくれれば、それで相手の方は緊張感に、プレッシャーかかよりハマりそうですね。圧力かかってくるから、こう進んだのとこう進んだのとの差でジャイロと下回転作り分けてるの。球がこう当たった時にこうねじれればもう球がこう当たった時にこうねじれればもうこれですかね。下回転。そうこれね、これがジャイロ。アップダウンサーブをね、でこうでそれをしといて、ここだナックルの球が出てくる、ジャイロの回転が出てくるっていう。これの上とこの下を上手に使っておいて、実はそこに興味を持たせておいて、ここで使うこの球が下かナックルかっていうふうに持っていっちゃう。だから
表向きのフェイクはアップダウンで持ってって、アップダウン自体が結構具合悪いぐらい上手にできる選手。そうそう。そうだからワンスイングでいった時に騙されちゃう。複雑なモーションの大きい方でもう具合悪くなってるところにシンプルなフォームを叩き込むと、もうこれはもう下ですねってもう勝手に認識しちゃうと、そういうことですね。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。